こんにちは。ヤシの木リハビリ訪問看護ステーションの長谷川と山田です。本日もよろしくお願いいたします。今日は異常介助にて、足の間に入れるのはどうなのかなっていう、ごめんなさい、足の間に足を入れるのですね。利用者さんの足と足の間に足を入れて介助することがあると思うんですけれども、その介助方法はいいのか悪いのか、僕たちヤシの木の意見を話させていただきたいなと思っております。よろしくお願いいたします。僕たちヤシの木チャンネルではこういった介護技術を紹介しておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。機能訓練スクールというオンラインスクールで講師もさせていただいておりますので、気になる方は概要欄チェックしてみてください。よろしくお願いいたします。じゃあ実際にちょっと説明していきます。実技の方で、異常動作、異常介助ですねの時に、利用者様の足と足の間に介助者の足を入れるのがいいのか悪いのか、結構意見が分かれるんですけれども、僕としては、入れない方がいいのかなと思います。山根君はどうですか？入れないですね。入れないですかね。はい。別に入れることがダメって言ってるわけではなくて、入れることによっていろいろな、弊害といいますか、やりにくさっていうのも出てきてしまうので、ちょっとそこを説明したいと思います。前回のね、結構前の動画でも一部動画の中で説明をしたんですけれども、今回はここだけ切り取ってね、説明したいなと思います。じゃあなんで僕たちはしないのかっていうことなんですけど、ちょっとじゃあ寄っていただいて、車椅子ですねで移動する際に、利用者さんの足と足の間に介助者の足を入れてしまうと、体が近くなりすぎてしまうんですね。いつも、介助の基本としては体を近づけた方がいいですよっていう説明をしてるんですけど、この異常に関してはあまり近すぎると、圧迫感を与えますし、そもそも立ち上がりであったり異常ってなると、お辞儀をしてもらわないと立つことができないんですね。なのでこのお辞儀をするスペースを消してしまう、足を入れて体を近づけてしまうと、お辞儀するのを妨げてしまって、結局上に持ち上げる介助になりがちなので、僕はしない方がいいのかなと思っています。でも足を入れてもいいんですけど、足を入れてもそのお辞儀を妨げなければ大丈夫です。体を後ろに引くことで、お辞儀を防がないのであれば別に問題ないかなとは思います。ただ、もう一点ですね、足をここに入れることによって利用者様自身の足の動きが制限されてしまったりもします。例えば、フットサポートが外せるタイプであればまだいいんですけど、外せないタイプのもので僕が足を入れてしまうと、こっちですね、右足、利用者さんの車椅子に近い方の足ですね、今ちょっと見えにくいですね、こっちの足の動きが結構制限されてしまうので、この中で足を動かしてもらうってなった時に、フットサポートとかに足が当たってしまって、傷つけてしまうリスクも高くなりやすいのかなとも思うので、基本的には足は入れない方がやりやすいのかなと思います。で、本当にふくよかな方、介助量が多い場合っていうのは、やっぱりね、コツを使うとは言ってもやっぱり力もある程度必要になってくるので、そういった場合は本当に構えてよいしょって持ち上げたりはしないといけないので、そうなってくるとここに入れることもありなのかなとも思います。その辺は臨機応変に対応していただきたいんですけど、本当に介助量が多い場合、僕であればこっちですね、外側に置いて、体できるだけ近づけてお辞儀も妨げないようにしながら、膝ロックなんかも使いながら全介助で移乗するようにはしていますが、その辺は介助のやり方次第でね、いくらでも変えることはできるのかなと思います。でも実際介護の現場見ていると、本当に足の間に足を入れるっていうことはよく見かけるので、そういう方がやりやすいっていう方も多いと思うんですね。なので普段からやってる人がいきなりじゃあ外に置いてやりましょうってなったら、慣れない動きなのでかえって力が入らなかったり、介助がうまくできないこともあると思います。なのでもし普段ここに足の間に足を入れてるケースで、外した方がいい、この動画を見て外そうと思ったとしてもいきなりやっちゃうと結構危なかったりもするので、もし、足の間に入れないのであれば、ちょっとずつね離すとか、少しずつ介助量が軽い方でまず練習するとか、そういった工夫も必要になってくるのかなと思います。ではもう一点が、
利用者様の尊厳を大事にするっていう意味で嫌がる方もいらっしゃるみたいです。足の間にいきなり足をドンと入れられたらなんか圧迫された感じで、あと失礼に当たるっていう風に捉える方もいらっしゃるみたいなので、人間関係があるなしその辺も結構大事な要素になってくるのかなとは思います。いきなりドンって行かれたら、初対面の方にいきなり足と足の間にボンって入られたらなんか嫌な気分になったりする方もいらっしゃるみたいなので、その辺はその解除前のねコミュニケーションもちろん大事なんで、その辺りでうまくやってれば問題ないとは思うんですけど、外についてあげるっていうのが、一つのやり方なのかなとは思います。はい、ということで、今日は足と足の間に足を入れる方がいいのか入れない方がいいのか、そういったお話を個人的な意見ではありますけどさせていただきました。はい、じゃあ山田君、ワンポイントアドバイスをお願いいたします。ワンポイントアドバイスといいますか、僕のこれは見解なんですけども、足の間に入れる方っていうのは女性がすごく多いかなと思います。なぜかっていうと、どうしても身長が女性の方低いので足のリーチがないので、その分近くに入ってしまう。で男性だと広くいけるっていうのがあるんですけど、女性の方で結構足の間に入れて異常している土田さんとかもね、多分この動画とかでもし異常してたらそういうパターンを取ってたかなとは思うんですけども、あともう一点、外につくのが何がいいかというと、僕の場合膝折れが結構外に行く方が多いイメージなので、そこですね、そこを予防するために外側に足を置いておく。中に入れてもいいですけど、そういうリスクをちょっと踏まえて考えながら異常してもらうのがいいかなと思います。はい、ということで、さまざまな、意見があるとは思いますけど、僕たちはそんな風な思いでやっているということで、はい、いつもコメント高評価ありがとうございます。これからも、こういった介護技術を紹介していきますので、チャンネル登録応援のほどよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。